354、355、400。よしいい調子だ。そのペースで続けていこう。ここまで黙ってみておいて今更だけど何してんの？見ればわかるでしょ。ダンベルで体を鍛えてるのよ。私も最近運動不足だったし、ちょっと体を動かさないとって思ってね。中性脂肪がちょっと高かったしな。それはウプ主のこないだ受けた健康診断の結果だろ。ていうかそれ本当に体鍛えられてる？私たち手とかないのにどうやってダンベル持ち上げてるの？それはまあ超能力的な何かで。だったら筋肉鍛えられてないよね。格闘タイプの道を歩もうとして確実にエスパータイプの道を歩んじゃってるからね。454、455、500。あとさっきから大胆に回数サバ読むのなんなの？最初6進数で回数数えてるのかと思ったわ。当ジムでは回数は全て6進数でカウントしてもらいます。まさかの本当に6進数だった。なんでそんなめんどくさいこと要求してくるんだよ。頭の中で10進数をいちいち6進数に変換してたら集中できねえだろ。あと業務はいつの間にジムなんか開いたんだよ。2151。2152。よし今日のノルマは達成だ。よく頑張ったな。ちょうど500回が今日のノルマだったんだね。すごくわかりづらいね。よしじゃあ今日は解散だな。お疲れ様でした。いや今日これで終わりなのかよ。私お前の筋トレ眺めてただけじゃねえか。よしじゃあ今日も張り切ってポケモンユナイトやっていきますか。1日でそんなに成果出るわけねえだろ。というわけで今日は猛攻ダンベルを採用したルカリオで遊んでいきたいと思います。今日は上ルートに行くんだな。この方は上に行くのが主流みたいなので、なんか上ルートに3人来てない？背中に緑色のニンニク背負った新種のヤドランじゃなくて、完全に動きもシンクロしてるし一つの個体である可能性が高いな。そんなわけねえだろ。明らかに別個体だし上に3人もいらないしニンニクは緑にはならねえんだよ。いやオイル漬けとかにすると酸化して緑になりますよ。ニンニクの話は深掘りしなくていいんだよ。というわけで皆さんこんばんは。下ルート担当にジョブチェンジしたゆっくりレイムです。単に破れただけだと思うゆっくりマリサです。左遷されてないだけマシだと思うゆっくりヨウムだよ。全然破れてないし、さらなるステップアップのための転職ですからね。では弊社を志望した動機をお聞かせください。急に採用面接始めないでくれる？お前はどういう立場なの？はいそうこう言ってる間にレベルはこっちの方が上。これは最初の8争奪戦は主導権を握れると見た。ワンリキーに逃げられちゃったけど深追いはしない方が良さそうだな。罷免化は硬すぎてさすがに落とせそうもないからここは一旦撤退、と見せかけてぐるっと迂回して8争奪戦に参戦。ミツハニーをスティールされないように敵を集中的に攻撃。ワンリキーは撤退したからこのまま罷免化も撤退に追い込む。これでミツハニーはこっちが全部取れたっぽいな。このように序盤の8争奪戦で活躍するためにしたルートを志望しました。何今の実例を交えた志望動機だったの？本当にちゃんとやれるんですか？結局最後の最後でワンリキーに B クイーン取られちゃうんじゃないですか？まさかの圧迫面接。なんでしたルートの採用試験そんなに厳しいんだよ。大丈夫です。ちゃんと B クイーンも私たちが取りました。では次にあなたの長所と短所を交えて自己 PR を3分でお願いします。そんなことしてる間に試合が終わっちまうだろ。こいつにはもうしたルートで生きていくしか道はないんだよ。そういう言い方すると悲しきモンスターみたいになるからやめてくれる？ルカリオはしたルートでもありだからね。ルカリオ自体はどのルートも行けるからな。それでもダンベル持ってたら上がいいみたいだけどな。とか言ってる間に多分ネとファイアローの進化前的なやつを同時に倒すことに成功。火のヤコマね。進化前の名前も覚えてあげて。でしたら名刺を1枚いただけないでしょうか。無事に採用面接突破して正社員の道を歩んでるんだね。よかったね。でもそういうサクセスストーリーみたいなのは必要ないんじゃないかな。そしてここで草むらで罷免化をやり過ごしてどさくさに紛れてゴールを決めに行く。満タンの30ポイントでゴールが決まったな。なんで許されてるの？影が薄いからじゃない？このゲームでも影が薄いの？そしてゴールを決めたことにより猛攻ダンベルの効果発動。ルカリオの攻撃力がアップ。ルカリオの神速で罷免化を撃破。ちょっとユニオンに寄せに行くのやめろ。レベル差もあるしこのままゴリ押す。ワンリキーも倒してしたルートの敵を一掃。そしてさらにゴールを決めて猛攻ダンベルの効果を上昇。さらにあえて拾わずに落としておいたポイントを拾ってもう一回ゴール。めちゃくちゃ小刻みにゴールするな。猛攻ダンベルはゴールするたびに攻撃力が上がるからね。こまめなゴールは筋肉に通す。おいまたなんか変なの出てきたぞ。本日のテーマの猛攻ダンベルを持ったルカリオさんです。ゴールイズマッスル。初登場からそんなギャグ路線でいいの？二度と真面目キャラで登場できないよ。そもそもうちのチャンネルに真面目キャラなんて登場したことないでしょ。ひょっとして私も真面目だと思われてない？マリサはツッコミ面白まんじゅうでしょ。張り倒すよ。よしこのまま私らがも倒すぞ。私の鍛え抜かれたハムストリングから繰り出される神速を受けるかい？どんどん筋肉キャラの道を突き進んでるじゃん。絶対いつか怪力の動画作るとキャラ被っちゃうじゃん。はいそんな未来の懸念を棚上げしてゴールを決める。そしてポイント拾ってさらにゴール。さらにレイムちゃんの猛攻はまだ終わらない。もう一回ポイント拾っての3連続小刻みゴールじゃ。これで猛攻ダンベルの効果は最大になったな。マッスルだね。ちょっと黙っててくれるかな？そして下ルートは完全に主導権を握ったレイム。レベル差もエグいことになってるし負ける気がしないわ。お前が勝ってるところ見ても面白くないし、今のうちに持ち物紹介でもしておくか。さらっとひどいこと言ってない？今回の持ち物はこんな感じだね。猛攻ダンベルと鋭い爪ですね。まだプレイヤーのレベルが低くて3つ目は持てないからこの2つか。なのでまだ本領は発揮できないけどそこはご了承ください。まあ3つ持てたところでお前は本領なんて発揮できないけどな。あこいつ嫌なことあったら寝て忘れるタイプだ。
というわけでここで最初のかじり亀を取りに行きます。今からなんで約1分半も放置されてたんだよ。ゲームをやってると時間はあっという間に経っちゃうからな。じゃあかじり亀1000時間通りに来れるやつこの世に一人もいねえな。にしても本当に誰も来ないな。おいこれ大丈夫なのか？さすがにスティールされそうになったら中断するから大丈夫です。これお前だけ仲間外れにされてるだけなんじゃないのか？まさかの私のコミュ力に対する心配。全然仲間外れとかにはなってませんからね。ここまで一緒に戦ってきたチームメイトですからね。そりゃもう友情も深まってますから。すれ違ったら会釈と愛想笑いするくらいには打ち解けたよな。ほぼ他人じゃねえか。でもこのまま行けばかじり亀は取れそうだからね。なぜか敵も全く来ないからな。レイムさんひょっとして敵からも仲間外れにされてます？敵からも仲間外れって何？そもそも敵は仲間じゃないんだから仲間外れも何もないでしょ。いやもっと大きい枠組みから外されてるのかなって。こんな時だけわかりやすく図解すんな。今に見てろすぐに仲間に囲まれる人気者になってやるからな。誰か助けてー。あんなに一人ぼっちだったレイムがこんなに仲間に囲まれてる。お母さん嬉しい。いつの間に私のおかんになったんだよ。それにあれはどう見ても仲間じゃなくて敵だろうが。見ろ。あの鮮やかなオレンジ色した HP バーを。鮮やかっていうには少しサイドが足りなくないか？ちょっと明るさも足りてないよな。今はオレンジが鮮やかかどうかを議題に上げなくていいんだよ。鮮やかっていうならこのくらいじゃないとな。編集でサイドいじって遊んでんじゃねえよ。さあそんなわけで始まりました。レイム一人による。チキチキ、一人でゴール守れるかなのコーナー。えらく楽しそうだなお前ら。実際面白くなってきただろ。見てる分には面白いかもしれないけどやってる方はめちゃくちゃしんどいんだよ。よしファイアロー半分くらい削った。撤退してくれれば少し楽になる。いやむしろ一人増えたぞ。この状況でさらに一人増えるとかあり得るの？でもアナウンスはその調子って言ってるぞ。どの調子なんだよ。でも意外と守れてるし本当にいい感じなんじゃないのか？まあこの動き自体間違ってる可能性もあるけどね。怖いこと言うのやめてくれよ。ここでバリアードが合流してくれたな。おかげでファイアロー落とせた。これを起点に一気に攻勢に出る。依然下側は人数不利だけどどうなるのか。後半に続く。こんなところでアイキャッチ入るわけねえだろ。さあ猛攻ダンベルで火力の上がったルカリオの力を思い知るがいいわ。ヤドランも倒して2連続 KO。これで下側のゴールもしばらく守れそうだね。そろそろサンダー戦だし、ここは無理せずに一旦撤退するわ。そしてラストスパートでサンダー出現。大差でリードって出てるし、こっちはサンダー放置でもいいのかもな。だったら周りにいる敵を倒してサンダーのところに行かせないようにしましょうか。早速怪力を KO できたな。マッスルが足りてないね。いちいち出てこないでいいです。ソボーンラッシュミスって私らが倒せなかった。仕方ないからヤドランを倒しに行く。あやばいユナイト技でバインドされちゃった。でも抜け出すと同時に傷薬で回復。ちょっと吊るし上げないで。よしやっと解放された。いて、どんだけ拘束されるんだよ。なんか異様に時間稼ぎされてないか？中央の様子が気になるな。お盆のみ食べて急いで中央を見に行こう。ひょっとしたらもう本格的にサンダー戦始まってるんじゃないか？いやさすがにまだお互いに様子見合ってる段階だと思うけどめっちゃ削られてるなんとかスティール狙って突っ込むしかないんじゃないか？近づいたら私もやられる。草むらからユナイト技しかない。しかし敵に取られるサンダー。落ちる雷。吊るし上げられるレイム。サンドバッグになるルカリオ。お前のマッスル、確かに私の筋肉に届いていたぜ。あとちょっとで試合終わるからおとなしくしててね。今日の主役におとなしくしててたら、最高にます。サンダー取られちゃったからワンチャン逆転もあり得るぞ。これ以上ゴールされないように敵を倒さないと。できればレイムもゴールしたいところだな。よし自陣側にいた怪力を倒せた。とりあえずこれ以上ゴールされることはなさそうだな。もう使いどころもないしユナイト技も使っちゃおう。たった一人のために使われる贅沢なユナイト技。そんな贅沢の回もあって私らが KO。このままゴールも決めに行く。50点持ってるからこれはかなりでかいね。いやダメオッソ。間に合うのかこれ？ギリギリで間に合うと見た。ダメ押しの100点を叩き込む。オラブザービーターじゃ。本当にギリギリでゴールできたみたいだな。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。最後サンダー取られちゃったけどなんとか試合には勝てたね。14KO156 得点か。なかなか頑張ったんじゃないか。猛攻ダンベルルカリオ、やはり強かったですね。みんなもこまめにゴールを決めてマッスルになろう。エンディングトークにまで入ってきやがった。こんな感じでポケモンユナイトの動画も投稿してるのでよければまた見てください。チャンネル登録や高評価もよろしくな。それじゃあまた次の動画で。またねー。